みんな、済んだもんだもん。今日は、神秘の国、チベットについて紹介していくのだ。実はね、みんなが聞いて驚くような、チベットの面白い豆知識があるのだ。昔のチベットでは、相手にペロッと舌を見せるのが、なんと敬意を表す挨拶だったらしいのだ。私は悪い考えを持っていませんよ。っていう証拠なんだって。でも、日本では絶対やっちゃダメなのだ。さて、今日はそんなチベットに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目してほしいのが2つ目のニュースなのだ。アドウーソーインのチェワン氏釈放という記事で、ダライ・ラマ法王のお誕生日を祝ったことで逮捕されていた僧侶のチェワン氏が無事に自由の身になったという嬉しいニュースなのだ。さらに同じく法王のお誕生日を祝うイベントで歌を披露して拘束されていた若い歌手のアサンさんも釈放されたことが明らかになったのだ。家族と再会できたのは本当に良かったのだ。一体どんな状況で釈放されたのか、二人の現在の様子はどうなっているのか、この後の動画で詳しく見ていくのだ。この動画が少しでも気になったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いするのだ。さあ、みんな、神秘のチベットの今を、ずんだもんも一緒に見ていくのだ。今回は、標高の高い、世界の屋根に広がる、神秘の国チベットを紹介するのだ。ヒマラヤ山脈の北側に位置し、歴史的なトラサはポタラミアが輝く場所なのだ。古くから独自のチベット仏教文化が花開き、ダライ・ラマを精神的指導者とする政教一致の体制を築いてきたのだ。現在は中国のチベット自治区としてその独自の文化やアイデンティティを守りながらも複雑な状況にあるのだ。およそ360万人が暮らしており、約の牧畜や農業が主要な産業なのだ。チベット仏教に基づいた美しい短歌や独特の祭り、チベット医学は世界中の人々を魅了しているのだ。近年は文化や宗教の自由、人権に関する問題、そしてチベット高原の貴重な生態系の保護が国際社会で大きな注目を集めているのだ。この特別な文化と環境を未来へ継承していくことが私たちの願いなのだ。一つ目のニュースなのだ。ハムド参総委員長シェルさん、八年、中国当局の迫害に抗議し自殺という記事なのだ。チベットのアムド地方にある参総院で、総委員長のシェルさん、八年が中国当局からのひどい迫害に抗議して、ご自身の命を絶ってしまったのだ。これはとても悲しい出来事なのだ。当局は、ダライ・ラマ法王の誕生日が近づくと、総院への締め付けを強め、僧侶たちの部屋を徹底的に捜索し、法王の写真を没収したのだ。さらに、18歳未満の僧侶を追放したり、僧侶たちの移動を制限して総院を封鎖したのだよ。毎日、強制的に政治的な学習をさせられ、宗教的な修行は全くできないようにされてしまったのだ。長期間にわたる、このような耐え難い嫌がらせや脅迫、そして迫害が続き、総委員長のシェルさん、八年は、ついに8月18日に抗議の自殺を選んだのだ。彼の命は52歳で尽きてしまったのだよ。これは、チベットでの宗教の自由や人権が、いかに厳しく抑圧されているかを示す、とても胸が痛む出来事なのだ。二つ目のニュースなのだ。アドウー総院のチェワン氏、釈放、という記事なのだ。ダライ・ラマ法王の90歳のお誕生日を祝うための象徴的な帽子の画像をオンラインで共有したとして逮捕されていたアドウー総院の僧侶チェワン氏が釈放されたのだ。信頼できる情報によると、チェワン氏は7月1日頃に拘束されて、約1ヶ月半後の8月18日頃に自由の身になったのだ。自宅のアドウー村には戻れたみたいだけど、行動が制限されているかどうかはまだはっきりしないのだ。チェワン氏は幼い頃から僧院で学び、逮捕時は高度な哲学を研究していたのだ。それに加えて、若いチベット人歌手のアサンさんも釈放されたことが明らかになったのだ。アサンさんは法王の90歳のお誕生日を祝うイベン
で平和の王子という歌のカバーバージョンを友人と一緒に披露したことで拘束されていたのだ。今は家族と安全に過ごしているそうだけど、ソーシャルメディアに出ることは許されていないのだ。アサンさんには1歳くらいの息子さんがいて、もうすぐ2人目の赤ちゃんが生まれる予定なのだ。3つ目のニュースなのだ。ゴンポ、キー、自殺未遂で重体という記事なのだ。チベット人政治犯ドルジェ・タシ氏の姉、ゴンポ、キーさんが彼の弁護士面会を求め平和的に訴えていたのだ。しかし、中国警察に暴行され、朝、ホテルに軟禁されたのだ。移動の自由を厳しく制限され、度重なる暴行と規制に苦しんだゴンポ、キーさんは8月20日、ホテル2階から飛び降りて自殺を試みたのだ。彼女は股関節や手足に骨折などの重傷を負い、現在も重体なのだ。それなのに、中国当局は彼女に医療を受けることを許していないのだ。この事件は、チベット自治区の60周年記念の時期に起きていて、中国当局が地域の規制をさらに強化している背景があるのだ。ドルジェ・タシ氏の兄弟も裸妻の帰還を禁じられるなど、自由が厳しく制限されているのだ。チベットの人々の苦難が続く状況なのだ。今回は神秘の国チベットとそこで続く悲しい現実を伝えたのだ。僧侶のシェルさん、八年の死、セワンシラの釈放、ゴンポ、キーさんの苦境。これらはチベットの人々の文化や宗教の自由、人権が脅かされながらも必死に生きる姿なのだ。彼らが未来へ希望を持てるよう、スンダモンは強く願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。